サダム・フセイン、イラク戦争、イスラム国、そんなネガティブな言葉ばかりで語られてきた中東の国イラク。ニュースを見ているだけでは危ない国、怖い人たちといった悪いイメージばかりが浮かんでしまいます。しかし実際にイラクの人たちは今どんな生活を送っているのか。かつて戦争やテロが日常だったイラクの現在を自分の目で確かめに行きます。どうも皆さんこんにちは、原カンタです。現在はカタールのドーハ国際空港にいます。今回初めてのイラク取材ということで、まずはこれからですね、クルド人自治区のエルビル国際空港に移動し、その後さらにイラクの首都バグダッドに移動していこうと思います。今回のイラク取材の大きな目的は、過去20年間のイラクの歩みをたどること。そのためには2001年のアメリカ同時多発テロ、いわゆる911から話を始める必要があります。このテロを起こしたのはオサマ・ビンラディンが率いるアルカイダという過激派組織でした。911以前からビンラディンはアメリカに対して強い怒りを抱いていました。そのきっかけになったのが1991年の湾岸戦争です。この時、イラクのフセイン政権がクウェートに侵攻し、アメリカを中心とした多国籍軍がこれを撃退しました。その際、アメリカは中東の同盟国であるサウジアラビアに米軍を駐留させましたが、イスラム教の聖地メッカやメディナがあるサウジアラビアに外国軍が足を踏み入れることにビンラディンは強い怒りを抱きました。このような過程で生まれたアメリカへの怒りがやがて911のテロへとつながっていきます。911の後、アメリカはまずアフガニスタンに侵攻しました。テロの首謀者オサマ・ビンラディンとその組織アルカイダがアフガニスタンに潜伏していたからです。アメリカは当時のタリバン政権がアルカイダをかくまっているとして軍事行動に踏み切りました。続いて矛先はイラクへと向かいます。アメリカ政府はイラクは大量破壊兵器を持っている、アルカイダとつながっているなどと主張し、2003年にイラク戦争を始めます。しかしその後の調査でイラクに大量破壊兵器は存在しなかったこと、またフセイン政権とアルカイダに明確な関係はなかったことが明らかになります。つまりイラク戦争の大義として挙げられた多くの理由が事実に基づいていなかったことが明らかになったのです。イラク戦争が始まった後、アメリカ軍による空爆や市街戦によって多くの民間人が犠牲になりました。誤爆や検問所での銃撃によって市民が命を落とす場面もあり、こうした出来事はアメリカへの怒りや不信を生み、反米武装勢力の温床になっていったのです。当時のイラクはスンニ派というイラク国内での少数派が支配するフセイン政権でした。アメリカはこのフセイン政権を倒し、民主化を掲げて新しい国づくりを始めます。しかしここで大きな問題が起きます。アメリカはフセイン政権に関わっていたスンニ派の官僚や軍人を一斉に排除しました。新しいイラク政府は人口の7割を占めるシーア派を中心に作られ、スンニ派の人々は社会からも政治からも締め出されてしまいます。その結果、政治や社会の中に自分たちの居場所がなくなったと感じたスンニ派の一部の人々がやがて過激な組織に加わっていくようになります。そして2014年、イラク北部の都市モスルを制圧した武装勢力が通称イスラム国 IS の樹立を宣言します。この組織はシリアとイラクの一部を実効支配し、世界中に衝撃を与えるような公開処刑や自爆テロを繰り返しました。多くの戦闘員が世界各国からイスラム国に合流し、2015年にはジャーナリストの後藤健二さんが殺害されるなど、日本でも大きく報道されました。しかしイスラム国の中核にはかつてのフセイン政権の軍人や追放されたスンニ派の戦闘員たちがいたのです。つまりアメリカの戦後統治の失敗がイスラム国という新たな脅威を生み出してしまったのです。その後、アメリカやイラク政府、クルド人勢力などが連携し、2017年にはモスルを奪還。イスラム国は領土をほぼ失い、軍事的には壊滅状態となりました。しかし戦争が終わったからといってすぐに平和が訪れるわけではありません。イラクは今、戦争のその後をどう乗り越えるかという新たな課題に直面しています。
例えばイスラム国で戦っていた元兵士や少年兵、そして彼らの家族たちが今も各地に暮らしています。一方で彼らによって家族を殺され故郷を奪われた地元住民との間には深い傷が残っています。かつて敵対した立場にあった人々が今は同じ地域で共に暮らしています。その中でどうやって信頼を取り戻し和解し共に生きていけるのか、これは現在のイラクが抱えている最も重く繊細な課題の一つです。戦争やテロを乗り越えたイラクはその後どのような状況にあるのか。これから始まるイラク取材シリーズ、ぜひ最後までご覧ください。ドーハから約2時間半のフライトを終えてクルド人自治区のエルビル国際空港に到着しました。これからですね、入国の手続きとか、あと荷物のピックアップとかありますんで、また落ち着いたらカメラを回そうと思います。ようやくですね、クルド人自治区の国際空港があるエルビルという街のですね、滞在先のホテルに到着しました。本当はね、空港からここのね、ホテルに移動するまでの道のりも撮影したかったんですけれども、これ撮影してるのがもう夜の11時なんですけれども、エルビルね、すごい発展しているんで、ライトとかすごいいろんな場所ついてるんですけれども、もうだいぶね、暗くなってしまっていたことと、あとね、ちょっと時差ボケとか、あと飛行機の中であんま眠れなくてですね、今もう日本時間で言うと朝の5時ぐらいか、なんで僕もちょっとね、かなり眠たくて、あとはもう撮影をする体力がちょっと今日はもう残ってなかったんで、ほんと申し訳ないんですけど、空港からね、ここの移動する過程はちょっと撮影ができませんでした。ただね、明日もう一泊このエルビルに滞在して、そして明後日からですね、イラクの連邦政府がある首都のバグダッドに移動していきます。明日はね、ここでゆっくりしてちょっとね、体力回復させて、これからの取材に備えようと思ってるんですけれども、またね、イラクの連邦政府の首都のバグダッドに移動していく過程とか、このイラクの取材が始まっていくところとかね、ちょっとでもこう雰囲気が視聴者の皆さんに伝わるように撮影はしていきたいというふうに思っていますので、明日以降、このね、イラクの取材、始めていきたいと思います。またこの街のね、様子とかもお伝えしていければなと思いますので、はい、ということで、今日はもうね、このままベッドで休んで、明日からの取材に備えようと思います。それではまた明日お会いしましょう。今泊まってるホテルでね、朝食会場に来たんですけれども、めちゃくちゃすごくないですかこれ。いやね、イラクね、やっぱ乾燥地域なんで野菜とか食べられるのかなと思ったんですけど、こんな感じでキュウリとか、これはレタスかな、あとはトマトとかね、こういう葉物野菜もたくさんあるし、僕ね、中東料理結構好きで、これがひよこ豆かな、フムスって言うんでしたっけ。はい、ひよこ豆のこのソースとか、あとこっちはね、ちょっと見た目的にチーズかな、多分チーズ類とかもね、すごいたくさん種類、こういう、ね、そのまま置かれてるやつもあるし、こういう感じでブロックチーズとか、日本でも売ってるようなね、キウイチーズとかもあるし、こっちもすごいね、ソースとか、あとはパン類とかね、たくさんあって、果物もね、バナナとかもあります。はい、今回ね、現地滞在2週間なんですけれども、かなりね、スケジュールがパツパツということで、ホテルはね、ちょっといい場所泊まってゆっくりしようと思ってるので、朝食しっかり食べて今日の取材に備えようと思います。朝食がね、まだまだ他にもたくさんありました。こっち側にもね、卵類の調理したものとか、こっちは何かな、 What meat? Cow meat, OK。 これは牛肉かな、牛肉の炒めたやつとか、味付けはどんな感じなのかな、多分なんか香辛料とかスパイス類とか多分使ってるんじゃないかなと思いますけど、すごいね、この辺もいっぱいあるし、こっちにね、スープもあるんですよね。何スープかな、ポタージュっぽい感じの見た目のこのスープとか、あとこれね、よく中東で見るこういうね、ナンみたいな感じのパンだと思うんですけど、こっち側にはね、もうちょっと分厚いパンがあったりとかね、
これ蜂蜜かな、蜂の巣も一緒になってるこの蜂蜜類とか、向こうの方にはね果物のこのスイカとか、これはメロンかなとかもあるし、こっちには多分デーツかな、果物もたくさんあるし、いやーすごいですよ皆さん。これは多分あれかな、アップルパイかカスタードパイかちょっと分かんないですけどね、そういう感じのパン。いやもうほんと今日のお昼も夜もここで食べたくなるぐらいものすごい種類豊富な朝食が用意されてます。今ね朝食撮影していたんですけれども、僕は普段ね、皆さんご存知のようにアフリカ中心にずっと活動してきましたけれども、結構やっぱね撮影嫌がる人も結構多いんですよ。特にウガンダっていう国とかだとレストランとかそういう場所で回してると、ね、ちょっとこう周りに気遣いながら他の人がこう映んないように撮影とかしてたんですけど、このホテルはね、ホテルの従業員の人たちが僕が料理撮影してたらこう蓋開けてくれたり、ちょっと綺麗に見せてくれたりとか、撮影にすごい協力的だし、こういうね結構大きいカメラ撮影してるんで、YouTuber かなんかかって言われて、日本から来た YouTuber ですっていう風に紹介したら、チャンネル教えてくれって言われて、チャンネル教えて、その場合チャンネル登録してくれて、俺見るからさ、もうぜひちょっといっぱい撮ってくれよみたいな感じで、すごいねみんな協力的なんですよね。で事前に聞いていた話だと、この、中東というか、イラクとかは結構こう撮影とかにすごいみんなおおらかっていうか、むしろね向こうもめっちゃ撮影してくるとか、もしくは撮影してくれっていう人も結構多いらしいですね。南アジアのバングラデシュっていう国に行った時もね、現地の人たちがすごいこうね、カメラ嫌がる人全然いなかったし、むしろすごい協力的だったっていうことがあって、僕のちょっとイメージですけど、イスラム圏は結構みんなこう撮影とかにすごい協力的な方がすごい多いような印象ですね。これからねイラクのいろんな側面をお伝えしていけると思うんですけれども、緊張してたんですけれどもね、本当皆さん現地の人たちがすごい協力的で、すごいね俺も動画見るからって言ってくれてるぐらい、すごいね結構こう前向きに皆さんウェルカムしてくれてるんで、これからが楽しみになりました。今からですねホテルを出てイラクディナールに両替しに行こうと思います。イラクはね、日本円も多分使える場所は使えると思うんですけど、大体ねどんな国でもやっぱ日本円ってねあんま受け付けてもらえなかったりするので、今回ですね、日本で日本円を米ドルにですねがっつり両替して、そのうちの一部をですね両替しに行こうと思います。イラク着いてから初めての街歩きっていうか、移動中ですけれども、さすが中東というか乾燥地域というか、めちゃめちゃ刺されるようなちょっと痛みがありますね。暑いの覚悟してね来たんで、こんなもんかなっていう感じですけれども、今お昼前の11時ぐらいですでに結構暑いです。しっかりと紫外線対策とかしながらね撮影臨んでいこうと思います。これから明日からねバグダッド行ったりとか、あとはイラク戦争の時に戦闘が激しかった地域とか、それから来週以降になるかな、イスラム国が支配していた地域とかもですね取材をしていきますので、それに向けてしっかり準備をしていこうと思います。Thank you so much. 今イラクディナールに両替しました。$100 is 141.70. OK。今$100が14万2000ディナールぐらいみたいですね。日本円にするとだいたい1円が10ディナールみたいです。これイラクのディナール、あんまりねクレジットカード使える場所がね多くないみたいなので、今回は現金をメインに使っていくことになるかなと思います。このクルド人自治区もね一応イスラム圏なんですけど、コロナビールが売ってますね。クルド人自治区は比較的世俗的というか、明日から行くそのバグダッドとかそういった地域に比べると結構欧米人とかも多くてですね、僕が今泊まってるホテルもね欧米人の観光客とか結構いるんですよ。オーストラリアかどうかな、ちっちゃい女の子とお母さん2人で旅行来てるみたいな人もいるので、なんとなく皆さんが抱く中東とか、そういうイメージとはちょっとね違うような印象がある地域かなと思います。
今ねホテルのすぐ近くで SIM カードを購入できたので買いました。こっちいる間にねやっぱ常に通信手段がある方がね何かあった時にすぐ対応できますし、あとはね取材しながらいろいろとこう調べたりとかすることもあるので、基本的にSIM カードは現地調達する感じなんですけれども、1ヶ月アンリミテッド、つまり使い放題で全部で SIM カードとインターネットデータ合わせて6万3000ディナール、だいたい日本円すると6300円ぐらいか。どうですかね。日本のなんか1ヶ月使い放題とかに比べてちょっと高いぐらいかなという感じですけれども、観光客でねすぐにSIM カード購入できて1ヶ月使い放題っていうんだったら結構安い方じゃないですかね。もう結構こっちにいる間もねなんか Zoom の会議やったりとか、あと YouTube の動画アップしたりとか結構データは使うんで、SIM カード手に入れて着々と準備を進めていこうと思います。なんかすごい重厚な扉のイラクで20年以上活動している高藤直子さんです。高藤さん、改めて今回よろしくお願いいたします。ようこそイラクへ。いや本当にありがとうございます。イラクに招待していただいて、今回高藤さんにお声かけいただいてイラクの取材をするということになったんですけれども、高藤さんのねもう活動とかもう人生はもういくらでももう語れると思うんですけれども、本当に簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、イラク戦争が始まった2003年からイラクにイラク支援を始めて、今年23年目かなになります。で現在はイラク北部のドホーク在住で一般社団法人ピースセルプロジェクトの代表理事を務めています。ありがとうございます。もうねイラクの本当イラク戦争の時からイスラム国の時も、そして現在もずっとイラクに関わり続けてこられているので、本当にいろんな活動があると思う。それについてはね詳しく今後お話を聞いていきたいなと思うんですけれども、まだ来てね2日目なんですけれども、ここクルド人自治区っていうこともあると思うんですけれども、やっぱり事前に、ネットとかでこう調べて出てくるようなイラクの情報とは全然違う。もう普通に街も歩けるし、今ね僕らはおしゃれなカフェでちょっと打ち合わせしてますけど、やっぱイラクも少しずつ観光客とかもう増えてきてる感じなんですかね。そうですね、急にやっぱりここ数年2年1年2年特にここ1年2年ぐらいは急に増えましたね。で最初は本当にバックパッカーの人たちが、ちょっと恐る入る感じだったんですけど、最近はもう今日もホテルで見た感じ通り欧米各国からそうですね、もう団体で来られる方もいらっしゃるようになりました。なんかねやっぱ日本人がイラクって聞いたらテロとか戦争とかそういうイメージがね持つ方多いんじゃないかなと思うんですけど、それも多分まだ一部なんかそういうね影響がある地域もあるとは思うんですけれど、また違ったやっぱイラクの側面をやっぱ伝えていきたいなというふうに思っているので、明日からまたねバグダッドでイラク連邦政府の方ですね、クルド人自治区ではなくて、なるのでまたちょっとね違った光景とか見れると思うんですけれども、2週間ほどよろしくお願いいたします。めちゃめちゃ楽しみです。いや本当にいろんなイラクの側面を見せてください。ちなみに高藤さんがやっぱこういう面をいろいろあると思うんですけれども、やっぱりこういうイラクを伝えたいみたいな今の思いとかってありますか。今の新しいイラク、確かにカッコつきではあるけど平時で、なんていうのかな、ある意味やっと今になって新しいイラクって言えると思うような時期に来たと思うので、それを皆さんにお伝えできたらいいなって思ってます。新しいイラクっていうのは具体的にどういう意味ですか。そうですね、今は平時となっているからいろんなものが変わってきてます。で本当に荒廃した戦争で荒廃したところもだんだん姿を消してきている。でそれから人々も変わってきてる。その考え方ももっとなんていうんですかね、視野も広がっている部分もあるし、それから政府も少しなんか昔に比べるとやっぱり変わってきてるし、今までになかった私が関わってきた22年の中でもやっと生まれ変わって今からなんか本気出していけんじゃないかって、油断はできませんけど、いっぱいその紛争の種っていうのはそこら中にあるって言えばあるので、だけれどもでも、やっと今新しいイラクがこれからもっともっと大きくなって加速していくんじゃないかなっていう、エネルギーにあふれた今のイラクをぜひ見ていただきたいなと思います。戦争とテロで荒廃したっていうのは確かに過去あったけれども、そこが今大きく変わろうとしているある意味重要な局面ということで、じゃあイラクの変わりつつある姿を一緒にお届けしていきたいと思いますので、また明日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今ですね、カフェでの打ち合わせを終えて滞在しているホテルに戻ってきました。これまで原監督の YouTube ではね、主にアフリカ地域を中心に動画を作ってきましたけれども、今回イラクの取材シリーズを始めるにあたって、なぜ今イラクを取材するのかというこの目的について皆さんにもご理解をいただけると、これからアップしていく動画より深く理解していただけると思うので、ちょっとね、話中心になっちゃうんですけれども、ぜひここ聞いてほしいと思っています。今回イラクを取材する目的は大きく3つあります。まず1つ目の目的は、その後のイラクを知りたいからです。私は今31歳なんですけど、ニュースを見たり、社会のことに関心を持ち始めたのは、だいたい小学校高学年くらいからです。つまり今から20年くらい前のことですね。その過去20年を振り返ると、イラクという国が世界の注目を大きく集めたのは2つ出来事があったかなと思います。1つは2003年のイラク戦争。もう1つは2010年代半ばに世界を震撼させたイスラム国 IS の台頭です。イラク戦争が始まった当時、私はまだ小学生でした。テレビにはアメリカ軍の爆撃映像が流れ、大量破壊兵器やテロとの戦いという言葉が飛び交っていました。そして日本は国としてこの戦争を支持し、自衛隊もイラクに派遣しました。当時はね、私もまだ小学生だったので難しいことは分からなかったですけれども、今振り返ると日本もイラク戦争に深く関わっていたという事実があります。その後、大学生になって国際協力に関心を持ち始めた頃、今度はイスラム国の脅威が世界中で報道されました。イラクとシリアにまたがる広大な地域を支配し、過激で残虐な行動を繰り返す IS の映像が毎日のようにニュースに流れていました。そして隣国のシリアでは日本人ジャーナリスト後藤健二さんが IS に拘束、殺害されるという痛ましい事件も起きました。私自身当時ニュースを見ていて言葉を失ったのを覚えています。このようにイラクは戦争の国、テロの国として語られることは多かった一方で、その後イラクがどんな道を歩んできたのかについては驚くほど語られていないと感じています。実際イスラム国のニュースが連日報じられていた頃にはイラクに関心を持っていた人も多かったと思いますが、では今イラクはどうなっているのかという情報はほとんど入ってこないのが現実ではないでしょうか。戦争とテロという時代を経てイラクの人たちは今どんな日常を生きているのか、国としてはどんな風に立ち直ろうとしているのか、それを自分の目で見て耳で聞いて、そして自分の言葉で伝えたい。それが今回私がイラクに来た一つ目の理由です。二つ目の目的は、怖い国、危ない宗教というレッテルを剥がしたいからです。イラクという国は長い間戦争の国、テロの温床というイメージで語られてきました。それはイラク戦争やイスラム国の台頭など報道を通じて私たちが目にしてきた出来事が大きく影響していると思います。実際私自身もイラクに対してどこか怖い、危ないという印象を抱いていました。でもそうしたイメージは本当に現地の姿を正しく反映しているんでしょうか。世界には20億人以上のイスラム教徒がいます。そのほとんどは私たちと同じように家族を大切にして地域で暮らし、日々の中で穏やかに祈りを捧げて生きています。それにもかかわらず私たちがニュースで目にするのは過激派やテロといったごく一部の極端な姿ばかりです。イラクに暮らす多くの人たちも決して戦争や混乱を望んでいたわけではなく、むしろその被害者であり巻き込まれてきた側です。だからこそ私は現地で普通の人たちの暮らしにも目を向けたいと思っています。報道ではあまり伝わってこない日常の中にある笑顔や家族の時間、食卓の風景、そういった何気ない瞬間にこそもう一つのイラクの姿があるはずです。現地で出会う人たちの言葉や表情、文化や生活に触れながら、イラクイコール怖い、イスラム教イコール危ないといった単純で一面的なレッテルを自分自身の中からも、そして社会からも少しずつ剥がしていきたい。その過程を動画という形で記録していくことで、視聴者の皆さんと一緒に立体的にイラクを捉えていけたらと思っています。3つ目の目的は、イラクに寄り添い続けてきた日本人の姿を伝えたいからです。イラクが戦争やテロで揺れ動いていた時も現地に身を置き支援を続けてきた日本人がいます。先ほども登場してく
くれた人道支援活動家の高藤直子さんです。高藤さんは2003年のイラク戦争の最中から現地に入り、劣化ウラン弾の影響を受けた子供たちの支援など命がけの活動を続けてきました。そしてその十数年後、イスラム国がイラクを再び混乱に陥れた時も、彼女はイラクに入り、危険と隣り合わせの状況の中で支援活動を続けてきました。戦争、米軍による占領、テロ、そうした混乱の渦中で人々は傷つき、居場所を失っていく中で、高藤さんはずっとイラクの人たちのそばにいるという選択を貫いてきました。2004年にはイラクで武装勢力に拘束される事件が起きました。そのニュースを通じて高藤さんの名前を知った方も多いかと思います。帰国後の彼女を待っていたのは、自己責任だという厳しい非難と社会からの激しいバッシングでした。それでも高藤さんはイラクに足を運び続けました。何度も何度も現地に足を運び、声なき声に耳を傾け、今もなお支援を続けています。人質事件の時に彼女の名前を知った人は多くても、その後も20年以上にわたって現地に関わり続けてきたことを知る人はそう多くないと思います。命の危険を知りながらも、それでもイラクに関わり続ける理由は何なのか。その覚悟と行動力の源には一体どんな思いがあるのか。私自身もフリーランスという立場で国境を越えて取材をしています。だからこそ高藤さんの信念や姿勢から学びたいことがたくさんあります。そしてあの事件の印象だけでは伝わらない高藤さんの本当の姿を今こそ日本の多くの人に伝えたい。そう思って私はイラクにやってきました。高藤さんが寄り添い続けてきたイラクの人々の現実に触れることは、私たちがイラクという言葉に対して抱いてきた固定観念を揺さぶり、この国への見方を変える大きなきっかけになるはずです。これから全部で何本になるか分かりませんが、イラク取材シリーズを通じて皆さんがイラクに対して抱いてきたイメージ、きっと大きく変わるはずです。ぜひ私と一緒にイラクという国について深く見ていきましょう。With potato? with rice. rice cooker. ポテトじゃなくて衣が米。衣が米。お米でひき肉をくるんで、それを揚げてるんです。ちょっと食べないでも分かんないですね。なんかコロッケみたいな感じなのかな。コロッケみたいな感じ近い。なるほどなるほど。でこれチキンで、でこれがテンメンですね。ご飯ですね。でこの平たいのもクッパなんですけど、これはイラクのモスルのクッパです。こっち側にあるやつがはい、これはムタッパルでナスのペーストですね。ナスのペースト。ホムス。これはひよこ豆のペースト。フムスですね。これはヨーグルトです。ヨーグルト。でこれはオリーブですね。なるほど、オリーブ。いやー、めちゃくちゃ豪華ですね。でこちらはファスリア？アラハン？ No, without meat. ベジタブルのスープで。ベジタブルのスープ。美味しそう。めちゃくちゃ豪華ですね。でこれがイラクのトルシというピクルス。ピクルスですね。すごい、本当に豪華ですね。すごい、ありがとうございます。Thank you very much。いや、ちょっとね、こんだけたくさんの種類があると何から食べるかすごい迷っちゃうんですけど、とりあえずこのクッパがなんかコロッケに近いらしいんですけど、ちょっとね、衣がお米みたいなので、中はひき肉書いてるんですかね。ちょっとじゃあ食べてみようと思います。いただきます。うわ、おいしい。見てください、これ中。結構外の衣はね、お米が使われてる、ちょっともちもちした感じかな。サクサクもちもちした感じ。でね、中にひき肉がたくさん入ってるんで、やっぱ確かに中はコロッケにすごい近いような感じの味わいですね。すごい美味しいです。もう一個ちょっと気になってるのが、これナスのペースト、オリーブオイルとこのナスのペースト、これもねちょっと気になってるので、これはこのまま食べるやつですか？パンにつけて、せっかくなんでちょっとだけちぎって、これがホブスか。このホブスというちっちゃい、日本人からしたらね、ナンがイメージしやすいと思うんですけど、それよりもずっと薄いこのパン生地をこのナスのソースにこういう感じでつまんで、難しい、よいしょ、食べてみます。美味しい。表現が難しいな。
でもしっかりナスの味はしますね。でもなんかオリーブオイルとすごいマッチしてるような感じでパンの生地にあってすごく美味しいです。他にもちょっとねいろいろ食レポしたいのがあるんですけども、イラクはとにかくもうねたくさん料理が出てくる国で、しかもね僕気づいちゃったんですけどね、中東料理めちゃくちゃ好きだなってことに気づいたんで、とりあえずイラクで2、3キロ太って帰ろうかなと思います。引き続きねイラク取材の動画でたくさん食レポというかいろんなもの食べてねイラクのいろんな側面をお伝えしていきたいと思いますので、食事系もぜひ楽しみにしていてください。今ですね高藤さんから聞いたんですけれども、最近このエルビルという場所にもですねクラフトハンバーガーショップ、すごい凝っているハンバーガーのお店とか、あとすっごい美味しいピザ屋さんとか、そういうのが増えてきているみたいなんですよ、この数年で。なんでそういう美味しいレストランとか増えてきたかっていう一つの要因が、過去10年間ぐらいで起きていて難民危機にあったみたいで、皆さんもね、10年前ぐらいかな、2015年2016年とか、そのあたりのニュースとかよく見た方だったらね知ってると思うんですけど、イラクとか、この中東地域からたくさんの難民が地中海を越えて、ヨーロッパに逃げていっていたっていう、そういうね多分ニュース見たことある方多いんじゃないかなと思います。でね、イタリアとか難民の受け入れ先としてねよく取り上げられてたんですけど、そこで避難生活を送っていた人たちが例えばイタリアに難民として生活している間に、そこで美味しいピザを知って、でイラクが安定して戻ってきてから自分たちはそのイタリアで難民生活中に学んだ知識とかを使って美味しいピザ屋さんとかを開いている人たちもいるみたいなんですよね。ここイスラム圏なんで、昔だってか今でもそうかもしれないけど、犬とかってねあんまり好かれてなかったりするんですけど、それも難民の人たちがヨーロッパで生活している時に、ヨーロッパでペット文化っていうものを知って、最近この数年このエルビルのこの周辺地域ではペットショップが増えたりとか、ペット関連グッズが売られ始めたりとかしてるんですよね。だから難民っていう風に聞いて、すごい一面的な戦争で家を追われたかわいそうな人たちみたいな風にしかやっぱりニュースだけ見てるとそういうイメージ持っちゃうかもしれないんですけど、そういう人たちが避難生活中もいろんなものを学んで母国に持って帰ってきて、またビジネスとするっていう、そういうたくましさみたいなものを感じるエピソードですね。今ですね、翌朝の朝4時半です。飛行機がね、朝7時発ということで、今からですね、ちょっとまだ少し若干眠いんですけれども、イラクの首都バグダッドに向かっていこうと思います。今からですね、このタクシーに乗ってエルビル国際空港に向かっていきます。だんだんね空が明るくなってきましたね。まだね朝4時40分ぐらいですけど、比較的ね日が昇ってくるのが早いですね。今ですね空港入ってきたんですけど、空港入る前のチェックポイントがめちゃめちゃ厳しかったですね。全員車から降りてボディチェックもされて、車の中も見られてね、僕がよく行ってるウガンダっていう国でも空港入る前にチェックポイントあるんですけど、アフリカだからっていうことだと思うんですけど、ゆるゆるなんですけど、僕はやっぱ結構厳しくて、やっぱりテロとかがやっぱり未だにその脅威があるので、そのテロ対策の一環としてチェックポイントとか検問みたいなものとかが非常に厳しいみたいです。ということで、到着したので飛行機移動していこうと思います。
はい、ということでようやくですねチェックインの手続きとか出国審査とかを終えて、やっとね落ち着いたのでまたカメラ回しています。ちなみにね僕の後ろには今いい感じの雰囲気のねカフェとかもあって、まだね飛行機乗るまで1時間以上あるんで、ここでねコーヒーとか飲みながらゆっくりしようかなと思ってるんですけれども、やっぱりね空港入る時のこのセキュリティチェックとかが非常に厳しかったですね。空港にこう車で入る時も1回車から降りてボディチェック受けたりとか荷物検査とかもこうあって、その後にもう1回こう空港入る時に、空港にこう自分の体で荷物と一緒に入る時にX 線の検査があったりとか、そして出国審査を終えた後もゲートに行く前にもう1回こう荷物検査ですね X 線検査があったりとか、やっぱりねこうセキュリティ関係は非常になんか厳しいみたいですね。未だにねイラクこう落ち着いてきてはいるとはいうものの、やっぱりテロのリスクとかがね全くなくなったわけではないですし、やっぱ空港とかそういうこう重要建築物っていうんですかね、重要インフラっていうのはやっぱテロのターゲットとかになりやすいので、こうテロが起きてしまうとね、多くの人が集まる場所なので被害も出やすいし、かつねこう経済活動が止まってしまったりとかするので、なのでやっぱ空港のセキュリティチェックってね非常に厳しいみたいですね。この後ね、まだ1時間ぐらいありますんで、ちょっとこうカフェでゆっくりをしながらバグダッドに向かっていきたいと思います。エルビルからバグダッドまで何時間ぐらいですか？動いてない。本当だ、危ね動いてないからちょっと気をつけないと。エルビルからバグダッドまでだいたい何時間ぐらいですか1時間ですね。？1時間、なるほど。じゃあもうすぐですね。バグダッドもよく行かれるんですか2ヶ月に1回ぐらいのペースです。？2ヶ月に1回、何しにバグダッドに行かれるんですか？ビザを取るのと、それからアンバール県の引き取りとか、アルホールキャンプからの帰還家族の問題をの調査ですね。ちょっと視聴者の皆さんアルホールキャンプとかわかんないんですけど、シリアにある、元イスラム国の戦闘員とか家族とかが主に暮らしている。もう戦闘員はもうほぼほぼもう死亡している状態なので、なるほど。ほとんどが女性と子供ですね。イスラム国の戦闘員だった奥さんとか子供さんが、その難民キャンプで生活している。当時2017年の時も7万人ぐらい、今はだいぶ減って、シリア国籍のセクション、イラク国籍セクション、それから外国籍も50カ国ぐらいの国籍の、全部合わせて7万人ぐらいで、今は半分ぐらいに減ったのかな。イラク国籍の人たちも、イラク政府のインタビューとか受けてイラク側に移送はされてて、でそこでイラク側のリハビリテーションキャンプで3ヶ月から6ヶ月のリハビリを受けて、それぞれの地元に帰還する。だけどその帰還したい人たちが要するに拒絶される。なるほど。元 IS だろうとか、お前の息子は IS だったろうとか、いろんなことをこう言われて、なかなかこううまくいかない。その調査とかをしています。なるほど。で今でもじゃあそのイスラム国ってもう完全に報道されなくなりましたけど、でもやっぱりその影響って未だにやっぱ根強く残ってるんですね。あります。なるほど。今回ひとまずじゃあバグダッドから入っていくということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね高藤さんがビザを取りに行くっていうふうに言ったんですけれども、今いるこのクルド人自治区とこれから行くバグダッドは別なんですよね。つまりこうエルビルはクルド人の自治区ですけど、バグダッドの方はイラク連邦政府なので別のビザが必要なんですよね。で結構ね今回ビザ代がねすごい高くてですね、イラク連邦政府のビザが160ドル、2万8000円ぐらいだったかな大体で、このクルド人自治区のビザが80ドルぐらい、大体1万2000円ぐらいだったかな。今まで行ったどの国よりもビザの値段が高いし、かつ同時にねイラク連邦政府とクルド人自治区両方のビザが必要なんで、結構ねイラク取材はもうビザ代だけでね4万円ぐらいかかってるんで、思わぬところで結構出費がかさんでますね。でもねいつも言ってるんですけど、本当にこう YouTube 視聴してくださる皆さんがご支援をしてくださるおかげで、特にねハラカントを応援するサポーターズクラブの本当皆さんのねご支援があるから、こういうイラク取材とかもすることができるんで、いつも皆さん本当にありがとうございます。もしねご興味持ってくださっている方いらっしゃいましたら、概要欄にサポーターズクラブのリンクも貼っておきますので、皆さんのご支援でこうやって海外に取材に来て、なかなかこうテレビとかで伝わってこない世界の現状についてお伝えしていますので、もしご興味持っていただけた方いらっしゃいましたら、概要欄からご支援をお願いできますと幸いです。ということでバグダッド行こうと思います。Thank you so much. Hello. Thank you. よいしょ。僕の席は 18B なんで18番ですね。私ここだ。はい。私はこっちですね。はい。
今回ねエルビルからバグダッドにはイラク航空の飛行機で行くんですけど、結構なんかね年季が入った感じですね。この辺もめちゃくちゃ剥がれちゃってるし、はい、だいぶ年季の入った感じの飛行機ですけれども、しっかり飛んでほしいと思います。يرجى من حضراتكم ربط أحزمة المقاعد وجعل مساعدها الخلفية بوطن عمودي وإعادة طاولات وضعها قبل الاستخدام والامتنان التدخين لحين وصولكم إلى مبنى المطار.バグダッド到着しました。暑いな。このバスに乗って今から移動します。バグダッド国際空港に到着してから今ですね、ホテルに向かって移動してるんですけど、到着しての第一印象はもう道がめちゃくちゃ綺麗ですね。高速道路を走ってるんですけど、4車線か。この映像だけ見てるとね、一般的に抱かれる中東に対するなんかこうイメージ、大きくかけ離れてるんじゃないかなというふうに思います。うちもね、アフリカと違って穴が開いてるとかも全然ないですし、空港からバグダッド中心地に向かう道なんで、道がしっかり綺麗に舗装されてるんだと思うんですけれども、すごいね快適に移動できてます。今エアポートタクシーに乗ってるんですけど、このね車もすごい乗り心地がいいし、非常に快適な移動ですね。この道路脇にね、ヤシの木みたいなものがこう生えているのがわかるかなと思うんですけど、これ全部ナツメヤシですね。デーツ、特にイスラム圏とかだとね、デーツよく食べられますし、ラマダン中のね、夜、ラマダン日が上がってる間はご飯食べることできないですけど、日が沈んだ後にね、デーツを食べたりとかしますけど、特にこう砂漠とか乾燥地域とかでも、生育するような、そういう、種なので、デーツは、ナツメヤシは。なので非常にこう栄養価が高いんですよね。そのナツメヤシがほんと至るところにこう生えてますね。でね、スプリンクラーとかもあるし、ああいう感じでちょくちょくね噴水とかがあるんですよ。でやっぱりこの砂漠の国なんで、イラクは水と、あと、産油国だけど電気も高いらしいので、その水と電気がね富の象徴らしいです。なのでこう噴水とかっていうのがもうまさにこう電気の力で水をガンガン使うっていう、あれがまさにこう富の象徴みたいで、特にお金持ちの家とかに行くとですね、大きい噴水があったりとか大きい滝があったりとかするみたいですね。だんだんとですね、バグダッドの中心地に入ってきました。空港からだいたい30分ぐらいは走ってきたかな。車の数もねすごい増えてきて、でもなんか街はすごいね整って、本当に綺麗な印象ですね。ここ
から橋を渡るみたいです。川を渡るんですけれども、ティグリス川、皆さんもねきっと世界史の授業でどっかで1回は聞いたことあると思うんですけれども、ティグリス川とユーフラテス川に挟まれたメソポタミア文明とか、多分ね歴史の授業で習った記憶があるんじゃないかなと思いますけど、そのメソポタミアじゃなくてティグリス川をですね渡ってから我々が泊まるホテルに向かっていくという感じです。今バグダッドの中心地の方に入ってきたんですけど、やっぱ結構ね軍服着ている人とか軍人の人とか、あと警察とかがねちらほらやっぱりいるんですよね。やっぱり治安対策っていう観点でいろんな場所に軍服を着た軍人が配置されていて、銃を携帯していたりとかするんですけれども、最近はねイラク落ち着いてきたとはいえテロの脅威とかが全くなくなったっていうわけでもないので、やっぱりその治安対策のために立ってるみたいですね。でやっぱりちょっとこうそういますね、ちょっとよし大丈夫かな。これワーメンじゃない？今ね軍服着ている方がいたんで一回カメラを停止しましたけど、基本的にねこういう紛争地、準紛争地とかでね、軍人を撮影すると、データを消すように言われたりとか、尋問を受けたりする可能性とかもあるので、結構ね軍人の数がすごく多いんで撮らないように気をつけつつ撮影をしていきたいというふうに思います。そういう意味ではねやっぱちょっとね YouTube の撮影する上でやっぱ緊張感が常にある感じですね。はい、今バグダッド国際空港から40分ぐらいかけてホテルに到着しました。僕たちが泊まるサフィールバグダッドホテルですね。バグダッド、ここをね拠点にしながらバグダッドで取材をしていこうと思います。はい、ということで無事にですねイラクの首都バグダッドに到着して、ホテルにチェックインをしました。日本からねかなりはるばる遠かったです。カタールのドーハを経由して、その後ね1回クルド人自治区のエルビルに入って、今度エルビルからですねイラク航空で約1時間かけてバグダッド到着し、そこからね空港から約40分ぐらいかなドライブして、ようやくホテル到着ということで結構長かったんですけれどもね、とりあえずね移動もね事前に調べていた情報だとやっぱイラクって言ったらね戦争とかテロとか過激派とかそういうイメージばっかりがあったんで、結構ね緊張してたんですけれども、いざ街の中を見てみるとね非常に綺麗だし整っているし、高い建物もあったりとかお店もたくさんあったりとか、街中を普通に人が歩いていたりとか、非常に落ち着いた雰囲気だったし、発展している印象を受けてたので、これからさらにですねバグダッドの中をじっくりと見ていくのが非常に楽しみになりました。次回以降の動画でねバグダッドの様子について詳しくお伝えをしていきたいと思いますので、皆さんが知らないイラクのさまざまな実態を私自身もね一緒に見ていこうと思っていますので、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画でね何か一つでもね新しい学びとか気づきがあったという方はぜひ最後に高評価ボタンも押していただけると励みになります。よろしくお願いします。海外で活躍する日本人や大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もしハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。